即興音楽についてちょっとお伺いしたいんですけれども、初めてね自分で何も決めないで演奏したっていうのはね83年なんですよ。ほそれをはっきり覚えてるんだけど、うほう、なんかきっかけがあるんですか？なんかそう頼まれた、なんか演奏してくださいって言われて、ほでそれも何も決めないでやったんですよ、その時は。うなんか公園でやったんですけそういう何も決めないでやるっていうことをその主催者側から言われて、ど、それはね言われたわけじゃない。でも自分でそれをそうしようと思った。ほこれはなんか具体的に形のあるものをここでやってもしょうがないんだろうなと思ったから、そういう意味で何も考えずになんか自由に音を出すっていうことをやってみよう。すごい当時はだから ECM カプレだったから、すごいなんかいわゆるああいう空間系の ECM っぽい感じのものを多分やってたと思うんだけど。なるほどね。じゃあ何か即興演奏のフリーの即興を聞いてそれで自分のじゃなかったんですね。もう自分の中から湧いてきてやってみようと思う。それをやってみようと。すげえ面白い。83年なんですよ。へえ。そこから即興というものにすごいやっぱ興味を持った。あと自分が一緒にやってたバンドで一緒にやってたドラムの人がね、彼ジャズドラムなんだけど、彼が僕に「うっちゃん即興やったらいいと思うわ、絶対向いてると思うわ」とかっていうことを俺は言われたんですね。なんで彼が俺にそう言ったのかっていうのは俺はいまだにわからないんだけど、でも彼はそう言ったの。それがどっか僕のこの中に残ってて、でまあ自分の興味あったし、なんかそれもちょっときっかけになったかなと思う。面白いですね。面白い、興味持ったし、すごくお友達というかその、音楽仲間の方、当時はねやっぱりちょっとやっぱりいわゆる ECM 寄りとかちょっとジャズのフォーマットが入ったものな感じのことをよくやってましたけど。なんか具体的にこういうインプロバイザーがいたからっていうことでは全然ない。それは面白い。1989年にアルタードステージ結成したんだよね。そこまでどんな感じでそれまでもね即興のバンドっていうのいくつかやってたんですよ。あったんです。それはねだから即興のバンドって言ってもちょっとアンビエントだったりとか、ただ自由に演奏するんだけどちょっとアンビエント色が強いものだったりとか、そういうものだった。いくつかされたんですね、そういうバンド。吉垣ともそういうことを一緒にやってた。古いんですね、吉垣先生。古いんですよ。かなり古いです。それでなんかちょっとすごいシンプルなこうねギターとベースとドラムっていうすごい3ピースのすごいシンプルな形でなんかやりたいなって思って吉垣で一緒にやろうよっていう話をしてて、でベースを探してたんですよ。吉垣が「面白いベース見つけたで」って言うから「じゃあいっぺん呼ぼうか」って言って一緒にやってそれから始まった。梨野さんが呼ばれたんですね。それが1989年ということだったんですね。ロックとかを基調というかジャズとロックと基調にしてる感じっていうのはあるんですか？もちろんそれはあったよね。当時は曲書いてたからね。書いてた。最初は書いてた。1枚目もだって半分以上は曲ですよ。だから僕曲書いてたから全部。いろんなさロックっぽい曲とかもいろんなの書いてた。メロディーとコードとかも全部書いてた。リズムこんな感じでとか。それは知らなかった。ある程度ね何枚かは曲やってるんですよ。6枚目とかも全部曲やってるし。曲って言っても骨子はできてるけども、その中で即興性っていうのはすごくみんなもちろんそうだよ。もちろんそうなんだけど、ちゃんとベースとドラムとギターのこのアンサンブルの形みたいなものをその時に面白いと思ってた形を曲にして書いてた。それ何か即興もやりつつね。インスピレーション湧くのはどういうやっぱ今までこう自分の中にあるいろんなイディオムがわーっとこう出てきて、そういうことだよね。その時に面白いと思うことを形にしてみたっていうか。そうなんですか。なんか最初からずっと即興してるかといやそうじゃないね。でももちろんだから即興がやりたいと思ってたんだけど、その前に曲を書いてたね。なるほど。曲の構造ありきみたいな感じで。即興するための土台を作るみたいな。全く 100% 即興というのではなくて、そこの時点じゃもう作曲と即興っていうのはもう一緒になってたんですね、内橋さんの中で。僕の中ではもちろん即興するための一つの素材であったりとか、一つのアイデアの
一つのアイデアとしてアイデアを形にするっていう、例えばこの曲はこういうアイデアなんだけどって、そのアイデアの中で即興するとか、そういうこと。それしばらくやっていくうちに別にこう譜面を書かなくてもこうなんかあうんの呼吸でそれができるようになってきたってことなんですか。結局だからイディオムを自分たちで作りながら、次に行ってたみたいな感じのことはあると思う。聞かせていただいてるとこうシーンがこう変わっていくのが魔法のように変わっていって、なんかこう合図してんのかなとか思ってけど、どこにも合図している感じもなく、どうしてそんな一緒にみんなでちゃんと次パーンっていけるのかなっていうのがすごく不思議で聞かせていただいて。それはそのタイミングを逃さないってことで、次に展開できる一瞬のきっかけを逃さないってことで。そのきっかけはバンマスが出してるんですか。いや、僕が出した時もあるし、別の人が出す。別の人が出してもそれに乗っかるか乗っからないで変わるか変わらないか違うでしょ。それに乗っかったらもうすぐ変われるわけじゃん。だから展開するってことは、展開があるってことは、その展開するためにはやっぱりエネルギーが必要でしょ。そのエネルギーがどっかから出れば展開しやすくなるわけです。でしょ。でも誰も何も仕掛けないと変わんなくてずっとそのままいっちゃうわけだ。でも誰かが仕掛けたら、その仕掛けたことに対してどういう展開が可能かっていうことがその時に思ったことをずっとやれば変わっていけるわけじゃん。2人だとやりやすいと思うんですよ。3人になると増えたらだんだん難しくなる。だから僕は3人ぐらいが一番いいっていうか、3人が一番マックス3人だなと思って。でよっぽど分かってる人同士だと4人ぐらい大丈夫。なるほどね。次こう来るなとか分かるんですね。もうなんかちょっとずっとやってると一緒に。なるほどね。その魔法はそうか、それぞれが出してたんですね、そういう感じを。音でっていうか雰囲気とかオーラとかでも出してるみたいな。それは分かんないけど、でもそれって一瞬のうちで訪れるから。待てなかったら俺は行くけど自分で。自分で仕掛けるけど、仕掛けて乗ってくるかどうかは分かんないよ。でもそれは別にいいわけ、どっちでも。だから仕掛けたからこう来いよじゃないわけ。それやってたら即興はできないから。相手に強制しちゃいけないから。みんなが自由でなきゃいけないでしょ、即興っていうのは。そうですよね。そうだよ。でもそうじゃないのが多いからまずいわけで。そういうことだ。こうやったらこうやってこうしてくれよみたいな、そういうのはもう予定調和でしかないわけじゃん。そうですね。なんか分かっちゃう感じっていうか、あらかじめそれが嫌だから。それは嫌なわけ。なんかだからでもそんなことなくても十分面白い状況が自然に生み出せればそれでいいわけでしょ。まさにそうなってますね、あれと。そうしなきゃ面白くないわけ。ちょっとやっぱりバンドも長いことずっと続けてるとやっぱり型ができちゃうから、バンドのね、もちろんバンドの中の型ができるから、それに対して自分が飽きてくることもあるわけ。そうなるとまた曲書く。なるほど。ちょっと違うタイプの。そうか、そこで回避するんですね。今自分こっち向きたいんだけどっていうタイプの曲を書いてやってみようって言ってやってみる。いつまでも新鮮でいられる。でも最近はもうないけどね。もうしなくても最近曲やってないのはもうやる必要ないからやんないんだけど。しなくてももう新しい。ただ曲をやりたいからやるっていうのはあるよ。なるほど。なんかプログレのなんかラジオかなんかのあれはカバーじゃない。あれそうか。あれ全然関係ない。でもあれもちゃんと譜面書いて、みんな譜面書いてやってたって。あれみんな耳コピです。すごい。素晴らしい。どっちもできちゃうっていうのが素晴らしいですね。耳だからね。基本耳だから。大鳥慎吾さんのグラウンドゼロ、1994年から97年にそんだけしかやってないんだよね。3年しかやってないんだよね。何か参加したきっかけっていうのはあるんですか。だからあれはアルタードごと引き抜かれたっていうか、そういうことなんだよね。そういうことなんだよね。なるほどなるほど。ちょうどアルタードが1枚目出した後ぐらいね、その後ぐらいに俺は初めて彼と一緒に演奏する機会が神戸であったのね。そのアルタード2人で。その辺であの辺の頃からちょっとすごく近くなってきて、東京の部屋隣で一緒に住んでて、それでいろんなこと一緒にやるようになって、そうだね。やっぱり即興でのお友達になった。そうだね。あの時はもう多分一番近かったかもな。94年の前ですね。それ。94年のちょっと前ぐらいからね。なるほ
ほどなるほど。いろんなことを一緒にやるようになったよね。ああ、それでそのまんまアルタード引き抜かれてグランドゼロに入って、なんかあれですよね、ツインドラムだし、ターンテーブルにわーってなってるし、サンプラーわーってなってるし、田中さんも入ってたね。いや、最後にすごかったですけど、めちゃくちゃ爆音だったんですけど、耳は大丈夫でしたか？耳は僕大丈夫。でももともと俺耳片方しか聞こえないからね。それもう片耳は大事にしてるんだけど、まあでも耳栓したことないし、大丈夫だった。もう大丈夫だったです。さすがなんか強い耳ですね。なんだろうね。あ、俺は大事にしなきゃいけないんだけど、片耳だから。そうですね。こっちやられたらもう何も聞こえなくなっちゃうからでも幸い何事もなく良かったんですけど、なんか大友さんが楽曲のアイディアとか構成とか決めて、大まかにちょっとなんか楽譜みたいなものが枠組みがあったのね。枠組みあって、その中でみんなその即興を自由に割とするっていう感じ。それはプロジェクトによって変わってたけど。もちろん彼の美意識があるから、ここはこういうイメージだ、こういうイメージだっていうのはもちろんあるから、それだけはもちろん共有してたけど、でもここはもっとインテンスな感じとかさ、そういうそのメリハリ、ダイナミックス、特にダイナミックスだけど、そういうのはあったね。そういう言葉でのこうしてくれっていうのはあったわけですね。でその中でそのお三人は、まあいつものもうアルタードの感じで。いや、そういう感じじゃなかったね。やっぱ違ってた。でも基本だって3人いるけど、別にアルタードじゃないから。まあ確かに。だからそういう意味ではもうそのアルタードで入ってるっていうこと自体は僕はもう意識からは外してたけど。そりゃそうですよね。ここだけ3ピースでやってくださいみたいな場はなかった。そんなのなかった。たまにあったかもしれないけど、もう覚えてない。なるほど。たまにあったかもしれない。なるほど。でこれが残念ながら97年に解散したんですけれども、その前に95年からニューミュージックアクションワークショップというその若手の音楽家を対象に神戸でもうワークショップを始められていて、現在も今はねもうほとんどやってないけどね。でもそのビッグカップルってところでやってたんですけど、今あそこはあそこでやってますよ。だから引き継いで僕はやってないけど、別の人が引き継いでると。まあそれはいいことだなと思ってる。どういう思いでそのワークショップを？即興というやり方で音楽を作るっていうことに対して興味を持っている若い人たちがいるのかなっていうの、まず疑問がそこに。でもしそういう人たちがいるんだったら知り合いたいなと思って、こういうことやるんだけど興味あったら来ませんかみたいなので始めた。でそれで若い連中がみんな来たでしょ。それで意外といるんだなと思ってそこで知り合った連中がいわゆるその先にあるフェスティバルビヨンドイノセンスの母体になる。そのフェスティバルビヨンドイノセンス FBI ですけども、96年から立ち上がって2007年まで10年以上続いたということなんですけども、基本あれは即興をやるっていうイベントだから、普段ロックの人とか普段歌の人とかにも即興やってもらう。そうか、それがあったんですね。ミュージシャンはいろんなジャンルから来てるけども、あの場ではもうともかく即興をやってくれっていう。例えばバンドごと呼ぶ時もある。このバンド面白いからってバンドごと呼ぶ時もあるけど、そのバンドに絶対誰か入れる。入れちゃう。この人と一緒にやってみたいな。そう。それでそのバンドだけで終わらないような形にしてた。なるほどね。それを仕掛けて、要するに内橋さんはやっぱり即興っていうものをもっとこうなんとかと思ってられるから、即興っていうのはだからいわゆるジャズのやってる人たちだけのものじゃないと思ってるし、だから即興ってだって僕の考え方としたら即興って全ての音楽は即興から生まれていると思ってる。だって初めから何かあるわけないじゃん。誰かが作ったわけでしょ。ということはみんなどんな音楽も誰かが作ってるわけです。伝統音楽ですら民族音楽ですら誰かが作ったわけです。それがこう年月を経て定着してるものだから、でもやっぱり誰かが始めてるっていうことはやっぱりそういう意味では即興で始めるしかないわけでしょ。即興的に生まれたものが形になっていってるということだから、そういう意味ではもうどんなジャンルのどんなことをやってる人たち
とってもこの即興的なアプローチっていうのはものを作る上ではすごく重要であるはずだと思ってた。バンドの人とか来て誰か入っちゃってインプロバイザーとか「わあ困った」とかいう人たちは大丈夫だったんですか？そういう人たちは呼ばない。あ、そうか、それを喜んで僕は知らない人は呼んでないです。だからフェスティバルに関しては知らない人は僕が信頼してこの人大丈夫って思える人以外呼んでないです。ああ、やっぱり信頼性ってすごく即興の、だから知らない人は呼んだことないです。よっぽどじゃないとき。なるほどなるほど。はい。で海外からもなんかたくさんアーティストを招聘されて、すごい大規模なものになって。いやまあ別に誰かが呼んでる人をうちにも来てもらって来てもらいたいっていうことも多かったし、逆にちょうどこの時期僕らがフェスティバル毎年やってるからその時期に合わせて呼ぶから入れてねっていうのもあった。ああ、なるほど。まあそれ数を重ねるうちに。それでもなんかオーガナイズするのはすごく大変だったんじゃないかと思う。出なかったらリーコニスさんなんか来てくれないよ。リーコニスってすごいリーコニスさんなんか普通来ないでしょ、そんなの俺のフェスティバルとかに。ギャラとか大丈夫？だからそれを呼んでた人がいるわけです。それは彼も俺がフェスティバルこの時期やってるの知ってるからその時期に呼んでどうって言う。だから回してもらったわけ。喜んで一緒にやったけどね。喜んで、はい。うわ、やっぱり出なかったらそんなチャンスないもん。うわ、じゃあよかったですね。だからやってるとそうやってこう呼ぶ人もなんかその時期に合わせてねやっぱこれ呼ぼうとしてる。噂が噂を呼んで面白いよ。続けてるとやっぱそういうことになるよ。ああ、なるほどね。せっかくだったらちょうどその時期に合わせたら面白いかも。ああ、なるほどね。でそのうちなんかでも NPO 化されブリッジ行ってからね。大阪に行ってからは NPO。最初は神戸だったけど。2001年からか。ああ、なるほどなるほど。なんかお役所とかも最後はなんか一緒にお役所さんともお仕事されたみたいな感じになってたんですか？そうそれは大阪のブリッジって西成でやってた時は、あれ自体が大阪市のプロジェクトだったから。おお。そもそももともと NPO 芸術系の NPO を立ち上げてそこに事業委託するっていうのは公設地民営のそれが大阪市のプロジェクト。それにはやらないかって言われて誘われた。だから NPO を立ち上げるのがまず前提だからそれ跳ねられたらパーですよって言われて、まあ一応通ったけど NPO を立ち上げてでやったんです。まあ、なんかやっぱり形はそういうふうに NPO 化してお役所さんと仕事をすることでちょっとなんか変わったこととかありましたか？別に僕はあんま気にしないで私自由にやらせてもらってたし、もちろんいわゆる予算は毎年減少していって最後は終わっちゃったけど、まあしょうがないよねそれはね。なるほど。その10年以上続いていくとなんかやっぱり即興のまあトレンドというとも変なんですけど、フェスティバルのこと？はい、フェスティバルの中で若手とか呼んでくるとなんか若い人たちの即興のやり方っていうのはちょっとこう10年間の間に変わったとか変化とかありましたか？変わるだろうしその逆もあるよね。若い人たちのやり方を見てこっちもいろいろ影響されることもあるよね。ああ、なるほどなるほど。だからとにかく俺は若い人好きだから。若い人好き。だからもうみんなどんなこと考えてどんなことやってんだろうって興味あるし、そういう人と知り合いたいなと思うし、面白いやつがいたら見てみたいと思うし、あるじゃんそれ。であそこ行くとなんかともかく活気があって、本当になんかね若い人たちがいっぱい集まってたから、お食事をね提供フードとかもあったし、だからあそこにずっとだってみんなを監禁するわけで、一日中何日間もあそこに監禁するわけでしょ。ということはあそこにいて居心地が良くないと続かないから、それでわけのわかんないもの次から次聞かされるからさね。だからそうやって少しでもやっぱりみんな楽しんでそこに いられるような環境を作んなきゃいけないから美味しいもん食わせるっていうのはとても大事なことだと思ってる。だからちゃんとみんなそういうお店がいくつかあったでしょ。はいはい、すごい居心地良かったですね。それがまあでもとても大事だろうなと思って。それやっぱりわけのわかんない初めての人にもたくさん聞いてもらいたいっていうことがもちろん。だからあんだけいろんなタイプのものを次から次見せると全部好きじゃなくても2つや3つ面白いものを見つけるわけですよ。それでいいと思うわけ。それでいいと思う。でも知らないものに出会うきっかけになるんでしょ。
でもすごい定着してましたよね。そう若い人がなんか来てるフェスティバルっていう、そのやっぱり行くと、あ、すごい若い人いっぱい来てるなっていう、それはまあうちの若手のスタッフの人たち、彼らがいろいろこんな面白い人いますよ、こんな面白い人いますよ、って言ってどんどん教えてくれるし、そういう意味ではそういう交流がすごくそこであったから面白いね。あれですごい活性化、その即興っていうことのそのシーンっていうのはすごい活性化したようには思うんですけど、そうだとしたらまあ俺はやってよかったなと思うけど、まあ結局もうそういうことなんだ。でなんかいろいろスタッフさんの中でももうインプロバイザーとして育ってる、もうどんどん育ってるね、もうそういう育てる。俺よりも売れてるやつとかいるからさ。俺よりも売れてる。俺売れてないんだけど。その売れてないとかそこの話がなんか、これ売れる、即興音楽が売れるってのあるんですか？あるでしょ。その中でそれはもちろん一般の音楽と数字で比べちゃダメだと思うけど。はい。売れるってまあ呼ばれるとか。そんなこと言ったらいっぱいいますでしょ。大御所の人たちとかさ。あ、大御所の方ね。はい。まあいっぱいいますよ。即興イコール売れないものっていうふうに決めちゃいけないんだよ。あ、内田さんが思ってる売れてるそういうプロ売れてるって別に何百万枚売れるわけないよ。そんなもん1万枚とか売れたらもう大ヒットですよ。CD が売れるっていうことですよね。そう大ヒットだと思う。5000枚でも大ヒットだよ。だって最近ヨーロッパだって CD なんかもう300枚しか作んないよ。はあ、そういうもの。1000枚も作んないから300枚だから。それぐらいしか作んないの。大手の方っていうかなんか大御所でも名の知れた人たちでも作んないんですよ。まあ CD 自体がね、もう CD 自体がまあ売れないっていうのはもちろんあるんだけど、なんか配信 Spotify で配信とかそういうのがやっぱり主流になってきてるよね。でも Spotify でなんか即興の録音を売るってなんか変な感じ。まあ変な感じはするんだけど、もちろん変な感じはするけども。